皆さんこんにちは、とこママ情報局です。私は今上高地に来ております。はい、後ろに見えているのが穂高の山々、穂高連峰、そしてね、あずさ川が流れています。はい、夏休みの大冒険第2弾ということで、立山に続いて今回上高地を楽しもうと思ってやってまいりました。もうね、すでに本当にこの場所がすごく綺麗すぎてもう、感動しているんですけれども、今回の動画では、上高地の魅力、あとですね、やはりとこママ情報局ですので、穂高神社の奥宮と言われている明神池の、池の上に立つ鳥居ですね、すごいパワースポットと言われているとこ、そこへの参拝をメインにですね、この上高地を2泊3日で楽しもうと思っています。もちろんね、2泊3日ですので1回の動画では収まりきりません。2回に分けて前編後編とお送りしたいと思っています。でまずはですね、この上高地にやってくるまでの、横浜からのアクセスですね、こちらも大変充実していますので、まずはそちらをご覧いただければと思います。東京からだと新宿から特急あずさに乗って松本に向かうのが一般的ですが、横浜からだと八王子まで JR 横浜線で行って八王子からあずさに乗ります。あずさ号に乗って旅をするのがまず最初の楽しみ。八王子からだとすぐに自然豊かな風景が広がります。眠そうにしていますが、ワクワクする気持ちが強すぎて眠れません。だんだん信州の山々が見えてきてテンションが上がりますが、山にはすでに黙々と雲が湧いています。予報では午後からお天気崩れるとのこと。なんとか晴れが持ってくれないかな。約2時間で松本に到着。ドアが開きます。松本駅でローカル線に乗り換えです。アルピコ交通上高地線。なんだかかわいいラッピング列車ですよ。イメージキャラクター遠藤渚が描かれた2代目渚トレイン。ラッピング費用の一部はクラウドファンディングによる支援により実施されたものなんだそうです。全車両がラッピングされているわけではないので、かわいいラッピング列車に乗れてラッキー。そしてなんとボタンを押して自分でドアを開閉できるという画期的な仕組みには驚きました。終点新島島駅まで約30分。この新島島という名前もなんかかわいいですね。のどかな田園地帯を走るローカル列車、ワクワクします。次は終点新島島です。お降りの際にはお忘れ物のございませんようお気をつけください。新島島に到着。ようこそ新島島駅へ。ここからはバス。新島島からのバスはあらかじめネット予約することをお勧めします。このバスに乗って上高地バスターミナルまで行きます。川沿いの道、生い茂る緑の中を走ります。川の水の色がエメラルドグリーン。すでにこの時点で景色に見とれてしまいます。上高地の名所の一つ、大正池。100年ほど前、焼岳の噴火でできた火山湖。穂高の山々を映し出す鏡のような湖面。美しいですね。今回は時間の関係で大正池はバスの中から楽しませていただきました。林の奥に見える赤い屋根は上高地帝国ホテル。いつかは泊まってみたい憧れのホテルです。
窓からの景色を楽しんでいたらあっという間に到着です。本日はアルピコ交通ご利用いただきましてありがとうございました。この先バスが止まってドア開いてからお席をお立ちください。安全運行へのご協力お願いします。上高地バスターミナルに到着しました。自宅を出て約6時間半、ずっと来たかった上高地についに降り立ちました。山小屋風の観光案内センター。バス停には大勢の方が帰りの便を待っています。上高地からの帰りのバスは原則予約制です。私もネットで予約済みです。さあ、ここからは徒歩でかっぱ橋へ向かいます。あずさ川沿いに5分ほど歩けば上高地の中心地かっぱ橋。はい、上高地バスターミナルからかっぱ橋の方に向かっていきます。さあ、そしてあずさ川沿いに行くんですけれども、もう目の前に川の音聞こえますよね。あずさ川で夢にまで見たあずさ川、綺麗。そして見てください、この雄大な穂高の山々。すごい綺麗。綺麗。もうあそこにかっぱ橋が見えてますね。この道を進んでいきます。はい、かっぱ橋です。はい、ということで6時間をかけてやっと上高地にたどり着いたというところでございます。はい、2泊3日のね上高地ということで、当然ね1回の動画では収まりきりませんので、2回前編と後編に分けてお送りしようと思っていますが、何せですね非常にお天気が不安定なんですね、この3日間ほど。ですので、その時その時でちょっとね状況を見ながら行動していきたいと思っているので、前編でこんな内容、後編でこんな内容というふうにねちょっと今の時点では決められない感じになっています。この動画をねお届けする時にはもう無事編集も終わって、配信しているという状態ですので、私もね前編で一体何をねお伝えできるのかとかね、そういったことは今の時点ではちょっと分かっていませんけれども、ぜひね、この上高地でどんな風に過ごしたかというのを楽しんでいただければと思います。まずね上高地に到着いたしまして、あそこですね、あまりにも有名なかっぱ橋、はい、かっぱ橋を渡りまして、私は今から今日泊まります、山荘の方にチェックインをして、そこでねいろいろ整えて、この後ねどんな風に行動するか決めていきたいと思います。ではかっぱ橋今から渡ります。あずさ川に架かる上高地のシンボルともいえるかっぱ橋。橋の上からは悠々しくそびえる穂高連峰や岳沢を眺める絶好のビューポイントとなっています。清冽なるあずさ川の流れ、3000メートル級の険しい山々が連なる北アルプスを眺めながらあずさ川の右岸へ。なんかすごいおしゃれですね。美味しそうなものとかお土産屋さんとかもねすごく充実してる。なんか食べたいけどちょっとまず宿の方に行きます。美味しそう、ソフトクリームとアップルパイだって。並んでるわ。はい、今日泊まります西糸谷山荘が見えてきました。いい雰囲気、山小屋って感じがします。素敵素敵。こちらは本館で、ドミトリーがあるのはどうやら別館の方。西糸谷別館、こっちですね。
より山荘っぽいんじゃないでしょうかね。わー、すごい小高。はい、こっちがね別館になりますね。はい、西糸谷山荘の方に無事チェックインしましたので、これから夕飯までの間にですね、もうなんとか晴れているうちに明神の方まで行きたいと思います。今回の上高地のほぼメインと言ってもいいぐらいですね、穂高神社の奥宮があります、明神池に。そこまでね往復して帰ってこようと思います。片道1時間です。で、今時間が、3時過ぎですので、夕飯6時までには帰ってこれるんじゃないかということでね、山荘の方とも相談して大丈夫だと思いますって言っていただいたので、これからね明神池の方に向かいます。はい、ここからはなんか人影なくなっちゃって静かな道ですね。不安になります。でね、熊も心配なんで、この熊よけの鈴もつけて行こうと思います。これより先は自然鑑賞エリアです。熊目撃情報の看板が前日に明神池付近で目撃されています。熊鈴をしっかり鳴らしながら気をつけて進みます。怖いわ、熊怖いわ。なるべく早く行って早く帰ってきます。熊よけの鈴鳴らします。このような熊よけの鈴が何箇所か設置されています。かっぱ橋から歩いて15分ほどで竹沢湿原に到着。原生林に囲まれ透き通った水をたたえた神秘的な場所です。はい、これで明神池ですね。めちゃめちゃ綺麗。大きなリュックは山荘に置いてきたので身軽なハイキングです。砂利道に木道、せせらぎを渡ったり天然のアスレチックロードで楽しいです。すごく川に近い木道、気持ちいい。すごい素敵な道。新しい橋を作っているので今はこの迂回路を通っていくみたいです。なんか面白い。アスレチックみたい。これはこれで楽しいかも。楽しい。ずっとねこんな感じで足場を作ってくれています。おかげで歩きやすい。こちらですね。はい、今回の上高地旅のメインともいえる、明神池穂高神社の奥宮の参拝できそうです。見てください。緑の中に突如現れる明神鳥居。鳥居の向こうには明神岳。鳥居をくぐってさらに進んでいくと橋がかかっています。なんかもうちょっとドキドキするな。
穂高神社奥宮って書いてあります。わー、素敵。あ、社務所、まだ社務所やってた。失礼いたします。あ、まだご朱印大丈夫ですか。あ、すいません。じゃあお参りさせていただきます。日本アルプス総鎮守穂高神社。ご本社は安曇野に鎮座し、この上高地に奥宮、穂高岳山頂には峰宮が祀られています。ご祭神の穂高見命は渡積族の親神。この山奥に海神様が祀られているのはとても不思議ですが、後裔である安曇族は海運を司り、早くより大陸方面と交流し、文化の高い氏族だったと言われているので、信州と海神様はとても深いつながりがあるのです。そしてこの奥宮においては雨乞いの儀式が盛んに行われていたと伝えられています。そして500円の拝観料をお納めして、さらに奥へ進んでいくことができます。普段はとても多くの人々が訪れ、時には行列もできるほどのスポット。この日はもう夕方で人もほぼいなくてとても静か。そして見えてきたのが明神一の池。その池に架かる桟橋の先端には峰宮養廃所。強い霊気とパワーが宿るとされている明神池は氷結しないことで知られ、そんな神聖な池とその向こうにそびえる穂高の山々を前に言葉を失ってしまいました。わー、すごい。ちょっと感動で震える。穂高見命が降臨されたという標高3190メートルの奥穂高岳の山頂に鎮座する峰宮にはそう簡単にお参りに行けないので、この場所で養拝させていただけるのはとてもありがたいです。単なる映えスポットとしてだけではなく、山の自然と恩恵に感謝し、国の平安と安寧、人々の幸せを願う場所であることを忘れずお参りしたいですね。こちらは明神二の池になります。二の池はどんな感じなんでしょうか。わあ、綺麗。わあ、日が差してきた。綺麗すぎる。針葉樹林に囲まれ、水面は鏡のように空と森を映し、目の前に広がる景色が現実とは思えないほど幻想的で神聖な空気に満ちていました。明神二の池、すごいです。もうなんか現実の景色って思えないような、ちょっとね時間も遅くて人が少ないっていうのもあるんですけれど、いやー、なんか独り占めしてるような贅沢な、いやもう本当に最高な明神池です。こっちから一の池が見えて、こちら側が二の池なんですね。わあ、すごい。社務所が閉まるギリギリの時間、奥宮の御朱印を授かることができました。素敵なお守りもいろいろありました。その中で私が授かったのがこちら、上高地守り。穂高の山々、上高地らしいデザイン。神が降臨した地という意味と上高地の地名をかけていて、決してダジャレとかではなく、心の底からなるほどと思いました。本当に良い参拝をさせていただくことができました。はい、ということで夏の大冒険上高地、前編いかがでしたでしょうか。お天気の様子を見ながらですね、今日1日目に、明神池穂高神社の
奥宮までの参拝をすることができました。多分前編はね、アクセスとこの内容で、もうこれでいっぱいいっぱいなんじゃないかなと思います。でね、これから宿に戻ってご飯食べたりとか、宿の様子ですとか、そしてね、明日午前中お天気が良ければ、岳沢小屋というところまでちょっとした登山をね楽しみたいと思っているので、そのあたりのことは、後編に、お楽しみにということで、構成的にはそうなるんじゃないかなと今の段階では思っています。はい、ということでね、前編はね、とりあえず今回ここまでにしたいと思います。今もうかっぱ橋に向かって戻っているところなんですけれどもね、本当にね、もう爽やかな、涼しい空気、森林、川の流れ、山、もう自然に囲まれた、素晴らしい時間を今過ごしています。はい、またね、次回の動画も楽しみにしていただきたいと思います。うわー、やば。来る時全然いなかったのに、めちゃめちゃ家族でなんか出てきたかなって感じですね。一族でゾロゾロと、なるべく目を合わさないように、構わないようにしてやり過ごします。前にもいる3匹。無事かっぱ橋の近くまで戻ってきました。次回もこれに勝る絶景をお届けします。どうぞお楽しみに。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。